今回はホンダさんからこの GB350S を通常よりもちょっと長めにお借りすることができたので、じっくりと走ってみたいと思います。スタンダードモデルの発表試乗会の時の映像を以前にお届けしていますが、その時に新東名の最高速120キロの区間をこの GB350 で走ったらどうなのかというコメントをいただいていたので、それを検証するためにちょっと走ってみたいと思います。お借りしたのは GB350S、 ちょっとスポーティーなモデルということで、厳密にはスタンダードモデルと少し印象が異なる部分もあるかもしれませんが、ただまるっきり変わってしまっているというわけではないので、おそらくスタンダードモデルのオーナーさん、もしくは購入しようと考えている方にとっても参考になるのではないかと思います。新東名に入るまでにあとちょっと距離があるので、まずこの GB350S の第一印象をお話ししておくと、まず人によって感じ方はいろいろかもしれませんが、私としては当たり前といえば当たり前ですが、それほど大きく変わってはいないのかなという気がします。スタンダードモデルとこの GB350S の違いは、例えばライト周りやこのフォークブーツですね、それと前後フェンダーやサイドカバー、そしてこれが最も大きい違いなのかなと思いますが、リアホイール、リアタイヤが17インチに小径化されています。フロントに関しては19インチということで、これはスタンダードモデルと変わるところはないと思います。あとライディングポジションですね。この GB350S はスタンダードモデルと比べるとやや前傾度が深い、やや前傾度が深いといっても、スタンダードモデルはほぼ上半身が直立したとてもアップライトなライディングポジションのモデルだったので、それと比較してということですけれども、確かにこうやって乗ってみると若干ではありますが、ライディングポジションが連携しているのかなという印象ではあります。ただスタンダードモデルがこのようにもう完全に上半身が直立していた状態で乗るのが楽であったのに対して、この S に関してはその背骨の力を完全に抜いて、少しちょっとねスポーティーな猫背気味のライディングポジションを取った時に自然な形になるのかなという印象で、これに関しては良し悪しではなくてライダーの好みで選べば良いのではないかと思います。あとシートの形状も違いますね。乗り心地に関してはもしかしたらシートの違いも影響しているかもしれません。で実際乗った印象なんですが、私もスタンダードモデル乗ってもうちょっと時間が経ったので厳密ではないというか、乗った時の記憶を呼び起こしてそれとの比較になりますが、そうですね、乗り心地自体はそんなに大きく変わってはいなくて、強いて言えばリア周りのしなやかさがこの 350S の方が若干上かなという程度です。リアタイヤが17インチに小径化されているので、開けた時のその元気の良さとかはもうちょっと差が出るのかなと思っていたんですが、これもですね若干あるかなという感じで、私としてはそれほど大きな違いでもないような印象を受けています。また今回ちょっと気になったので技術資料をもう一度読み込んでみたのですが、スタンダードモデルとこの GB350S に関しては、例えばインジェクションのマッピングとかそのあたりが変更されているという記述もなかったので、おそらくですが、そのエンジン周りというかね、そのエンジンの出力、トルクに関わる部分に関しては全く一緒なのではないかと思います。あと強いて言えばライダーの前傾度が若干ではありますが、こちらの方が深くなっているので、フロントタイヤの落ち着きに関してもやはりこの S の方が少し強まっているかなという感じがしますが、それに関してもそれほどめちゃくちゃ大きな違いだなということはないのではないかと思っています。なのでこの GB350 のスタンダードモデルと S に関しては、その外観上の違いが一番大きいと思いますが、どちらを選んでもこの手のモデルが好きだという方にとっては
大きく外すというか後悔することはまずないのではないかと思います。ただスポーティーな走行に関してはやはりこの GB350S の方がライディングポジションからして似合っているような気もしますし、もっと生活に溶け込むような実用性を重視したような使い方であればスタンダードモデルの方が例えばグラブバーがついていたり、あとシフトペダルですね、これもちょっと話題になりましたが、スタンダードモデルの方はかかとでも操作できるシーソー式のシフトペダルが採用されているので、あまりないとは思いますけれども、例えば革靴でちょっと乗ったりとかそういった時にも靴を傷つけない、それぞれ細かいポイントではありますけれども、実用面に関してはスタンダードモデルの方がやや上かなという気がします。ただ今日出かける前にちょっと気づいたのですが、シートがキーで外すことができないんですよね。スタンダードモデルもこの GB350S も両方とも六角の工具を使ってシートを外さなくてはいけないということで、特に日本において一番困るのは ETC 車載機はおそらくこのモデルだとシート下に設置するしかないと思いますが、 ETC カードを2枚持っていて、例えば車用とバイク用と分けて使えるよという方はいいかもしれませんが、 ETC カード1枚だけ車でもそれを使うという方はですね、いちいち ETC カードの抜き差しをするために工具を使ってシートを外さなくてはいけないので、それはねちょっと、はっきり言って、この日本の特殊事情ということですけれども面倒くさいかなという気がしました。取り外しに関してもスタンダードモデルはボルト1本で止まっていたと記憶しているのですが、この 350S に関してはシートのタンデムシートのちょうど下あたりですかね、2本のボルトで止まっているということで、裏を返せば2本ボルトを外さないとシートを外せないということで、そういう面でも実用面に関してはスタンダードモデルの方が上ではないかと私は感じています。ここからいよいよ新東名に入ります。ご存知の方も多いと思いますけど、この新東名のね、この入りっぱなのところ、入り口のところですけど、結構登ってるんですよね。で、今トップギアで、ちょっとあえて80キロぐらいまで速度を落として、トップギアでこの上りどうかな、ここちょっと登ってますけど、はい、ゆるゆるとではありますが、はい、今100キロに到達しました。発表試乗会の時はあまりこういったこともねじっくりと試すことができなかったんですが、こうして改めて乗ってみると、この速度域で確か30キロ台から最高速までカバーしているというこの5速のトップギアですが、それほど実用上困るほどハイギアドになっているというか、力がね、駆動力が弱いというわけではなくて、あくまでもやんわりとした加速ではありますけども、さっきのような上りでもね100キロまで加速することができたので、これはなかなかいいなと思います。今100キロちょうどぐらいで巡航しているんですが、120キロの最高速120キロの標識を確認したところから、いよいよ120キロで巡航してみたいと思います。120キロのね、ここら辺からですね、最高速の標識が出てきました。それでは今、駿河湾沼津を通過したところですが、ようやく交通が少なくなってきたので、いよいよ120キロで巡航してみたいと思います。今ちょっと前後の交通がばらけているので、今80キロまで落としました。じゃあここからフルスロットル、5速トップギアでそのままフルスロットル。はい、ここは平坦地なので100キロ超えて、はい、今120キロですね。これで120キロ巡航の状態で、5速のトップギアです。ご存知の通り、新東名はそんなに起伏がきついところはない、平坦地がほとんどなので、120キロまでもあっという間に到達したという感じです。はい、じゃあこのままね、120キロキープしながら走りたいと思います。車体はものすごく安定していますね。
フロントホイールが大きいのでそれが結構効いているような感じもしますが、フレーム自体もかなりしっかりしている。嫌なよれ方とかシートレールも含めてそういった嫌な感触というのは全く感じられないです。車体がこんなにしっかりしているとは思いませんでした。で、右手にはまだ少し余裕が残されていて、まだひねれば速度はね伸びていきそうな感じではありますが、今もう120キロ目いっぱいなので、これ以上出すことはできません。あとスタンダードモデルに乗った時はあの時は100キロぐらいまでしか出してなかったので直接的な比較はできないんですが、やっぱりこうリアのしっとり感はこの S の方が1枚上手かなという気がします。確かこの S はリアタイヤだけですがラジアルタイヤを装着しています。これが結構大きく効いているのではないかという印象です。明日は雨になるそうなんですが、今台風が接近中ということで、今日実は結構風強いんですが直進安定性も優秀です。これも大きいタイヤがぐるぐる回っているそのフロント周りが結構効いているという印象です。それとやっぱりこの音ですね。この音、先ほどコメントし忘れましたが、スタンダードモデルとこのエストではマフラーの形状も若干異なっています。この S の方がマフラーの排気口が少し上に向いているので、もしかしたらこちらの方が排気音、ライダーは聞き取りやすいかもしれないです。音質はそれほど大きく変わってないような気もしますが、強いて言うならば私はこの S の排気音の方が若干湿っているという感じで捉えていますが、先ほども言った通りこの S の方がそのマフラーの開口部が上を向いているので、その湿った感じはやや強いかなという気はするんですが、音はスタンダードモデルよりもよく聞こえるような印象もあります。ただこういった微妙な部分に関しては2台短い時間で乗り比べてみないと正確なことは言えないので、私の勘違いという可能性もありますが、印象としてはそんな感じです。ここも結構開けている場所なんですが、今富士山がね見えますね。雲に隠れてますけど、このね排気音は結構明確に収録できているんじゃないかなと思います。実際やってみても120キロで全く問題なく走行できます。ちょっと一速ギアを落としてみましょうか。今5速で、これ4速で何キロまでいけるのかな。4速でも120キロまでは、到達するようなので、5速に入れてのんびり行くか、4速でややエンジンを回し気味で元気よく走るか、そういった選択もできるものと思います。結構このエンジン、このギアをねポンポンと高いギアに上げてしまって、このエンジンの負荷が高い状態に持っていって、そのどこどこ感というかどこどこ感を楽しむという、そういったね、魅力もあると思いますが、その一方で実際やってみるとこうやって結構回すのも楽しいエンジンですね。そんなにギュンギュン速度が上がるという感じではありませんが、このシングルぶん回して乗るのもなかなか楽しいと思います。それじゃあもう一回、5速のトップギアに入れて、またちょっと80キロぐらいまで落として、今度4速で加速してみましょうか。今4速でフルスロットル。先ほどの
のトップギアで120キロまで到達した様子とは、やはりこちらの4速の方が当たり前ですけどややスピーディーという感じです。ただそれほど大きな違いがあるかというとそういう感じでもないですね。この4速で80キロぐらいから120キロまでの加速というのもやはりおっとりしている、そんな印象です。もっとねスポーティーなバイクがこうギュンギュン加速していく様子とは本質的に異なるという感じ。ただスタンダードモデルの時もコメントしましたが、この GB350 は各ギアのキャラクターというかね、その各ギアを使っている時のそのエンジンの様子の違いが結構明確で、それは楽しいですね。4速と5速120キロで走っている時も結構印象が違います。もう一回トップギア、はい、これ5速、こんな感じで音もね変わりましたよね。エンジン回転数の低いところでこの120キロぐらいをキープする走り方と、4速だとね結構回ってるんだよ。ほらこんな感じで音がね全然違いますよね。この結構回している状態で120キロ、エンジンのキャラクターというか、鼓動感というか、そのパルス感の伝わり方が全く違っているので、4速でも5速でもとても楽しいといった感じです。やっぱり排気音もライダーの右耳の方がよく聞こえますね。これ結構マフラーの開口部が上を向いている効果かなという気がしますね。はい、ということで今日は本田さんから GB350S をいつもよりもちょっと長めにお借りすることができたので、これからいろいろなところを走ってみたいと思っていますが、今日はその手始めとして新東名の最高速120キロの区間を巡行してみたという話をお送りしました。それでは。今ここ富士市なんですが、ちょっと向かい風が強いのと少し上っているのかな。こういったところだとトップギアで120キロに到達するのはちょっと難しいという感じです。なのでトップギアでそのまま引っ張っていって120キロに到達するには、ある程度条件が低探知であるとか向かい風が少ないとか、そういったことはあるのかもしれないです。こういった時はね4速に入れればこの歯切れのいい排気音とともに120キロ巡行楽にできるという感じです。はい、なので120キロまでなかなか到達しないなという時は、このままね引っ張っててもいいんですけど、トップギアで、4速に入れて、120キロまで到達してからトップギアに受け渡すとスムーズに120キロの巡行が保てるのではないかと思います。4速で120キロの時の音がなかなかワイルドでいいんですよね。これですもんね。ちょっとトンネルの中なんでノーマルマフラーとは思えないような音が聞こえています。さすがに3速だと3速だと100キロ超えたところでレブリミッターですね。なので新東名あたりだと、4速以上をメインで使うことになるという感じです。これが4速、これが5速、結構違いますよね。これ5速、4速、全然違う。